ミルトンチャンネルです。今日は FRP キャンピングカーのシェルを作りました。その完成したシェルがこちら。このシェル、仕上がるまでに結構時間はかかりましたが、個人的にはかなり満足いく出来になったので、めっちゃ楽しかったです。今回は FRP キャンピングシェルを実際に形にしていきます。この FRP での施工、あらかじめ外枠の型を作った内側にガラスマットを引いて、その上に FRP 樹脂を塗るととても綺麗な形に作れるんですが、実はこの FRP 施工のクオリティをもっと上げる塗料があると以前の動画のコメントでいただいたので、視聴者さんに教えてもらったゲルコートという塗料を FRP の表面に塗ることにしました。このゲルコート、FRP が形になるときに表面を滑らかにする効果があり、キャンピングカーを紫外線や外部の衝撃から防ぐことができる素材です。また FRP を塗る際に発生する泡抜きの作業もしやすくなるので、一手間増えますが、この塗料を塗るメリットは大きいです。ただこのゲルコート、実は私一度も使ったことがなく、本番のキャンピングシェルに塗って失敗してしまうと取り返しがつかなくなるので、以前の動画で作成した外枠の模型に試し塗りをします。こんな感じで今 OPP テープを貼り付けているんですが、前回の反省を生かしてシワが一切寄らないように気をつけて貼り付けました。角は発泡面木を貼って、この部分はダイソーで購入した油粘土をこの部分に貼り付けて、こういったところもそうなんですが面取りをしてあります。でこの角の部分もこの油粘土を貼り付けて、卓球のボールでこのように当てて綺麗に面が合うようにして左右の2箇所の角を取りました。ではこの部分にゲルコートを塗って、このゲルコートが完全に乾いたらその上から FRP を貼っていきます。でこのゲルコートの貼り方なんですけれども、天井とこのバンクの部分が一番貼りづらいと思うので、この部分を一度ひっくり返して貼っていきたいと思います。現在の気温が26度、湿度 57% でそこそこ暖かいので、このゲルコートに入れる硬化剤の量は 1% 硬化剤を入れていきます。まず 300g ゲルコートをこの容器の中に出します。容器の缶を開ける前には防毒マスクをつけます。かき混ぜ棒やスポイト、塗料を前にこぼしてしまった時のためのウエスも用意してあります。硬化剤を 1% 入れます。素早くかき混ぜます。ゲルコートを塗っていきます。こんな感じでゲルコートを塗り終えました。FRP 樹脂がサラサラの液体なのに対し、こちらの方は結構粘度が高い塗料になりました。とりあえずこれで完全硬化させた後に FRP 樹脂を塗っていきます。はい、20時30分。こんな感じでゲルコートは一応固まるには固まってるんですけども、よーく見るとこんな感じで巣穴が開いちゃってるので、もう一度上からゲルコートを塗ってみます。ゲルコートを2回塗って12時間ほど経ちました。でこんな感じで手で触っても大丈夫な感じになっています。で巣穴ですとかそういったものも全て消えたような感じになりました。少し押し込むと指紋が残ってしまうような感じなんですけども、これで問題ない感じになっています。で今回ゲルコートの役割がそもそも今一つ分かっていなかったんですが、ゲルコートを2回塗って気づいたことがありました。それはこのゲルコートを入れていた容器をチェックするとよくわかるんですが、表面はベタベタしているんですけども、中は結構ガチガチに固まっていて、それをちょっと剥がしてみるとよくわかるんですが、ゲルコートを剥がしてみると表面が非常にツルツルして滑らかな状態になっています。で一旦ゲルコートは乾いてしまうとこんな感じで理系もすごく綺麗にできるような感じになっていて、ペラペラペラっと綺麗に剥がれてくれます。で当然このような表面であるがゆえに、うっすら削っても細かい巣穴ができにくいと感じました。こんな感じの表面なので
いわゆる型にひっついた方の表面は非常にツルツルした状態になっています。他に残っている部分を剥がしてみても巣穴が一切できていません。この巣穴がない状態はキャンピングカーにはとても重要で、シェルの表面に穴がないので雨漏りの可能性が激減します。また離型剤を塗らなくてもきれいに離型できるので、これもゲルコートを塗るメリットなんだと思います。ゲルコートが完全硬化したので、ガラスマットを乗せて FRP 樹脂を塗っていきます。硬化剤はこちらも 1% 添加しました。脱法ローラー、今回購入したのは豚毛の黒いやつなんですけれども、これを使って脱法していきます。この豚毛のローラー使ってるんですけど、すごくいいですね。ここに白い泡があるんですけども、これもこんな感じで泡を潰してくれるようなイメージで脱法できるんで、これめちゃくちゃいいですね。これアルミのローラーは泡を端っこに寄せて端っこから泡を出すようなイメージなんですけども、これは泡を潰して脱法していくタイプなので、こちらの方がすごく使いやすいです。お値段的にはこちらの方が高いですし、こっちの方が泡が簡単に潰れてくれます。脱法できたら外枠を回転させてガラスマットを下面にセット。この上に FRP 樹脂を塗ります。これらの一連の作業を繰り返すことで塗りムラもなく綺麗な塗装面に仕上がります。この豚毛の脱法ローラーはアルミの脱法ローラーに比べて耐久性が少ないみたいなんですが、その代わり泡が取れるのがすごく早いので、結構簡単に脱法作業がうまくいくイメージがあります。これに加えて黒いゲルコートを塗ったことで白い泡が取れるのがよくわかると思います。脱法もいい感じにできていて、結構これは期待できそうです。電動ドライバーを使ってビスを外し、外枠の型を取り外していきます。ゲルコートを塗って施工したんですが、いい感じに施工できています。この辺りも少し液だれがあるんですけども、これもサンダー等で削れば結構いい感じになりそうです。マイナスドライバーでこの部分をこじ開けていきます。おー、綺麗。めちゃめちゃ綺麗です。綺麗に離型できてくれました。この角の部分はパテを持って修正する必要はありますが、この上の面なんかもめちゃくちゃツルツルに仕上がってます。曲面もすごくいい感じですね。ゲルコートは塗ると脱法する時の脱法の泡も見えやすくなるので、いい感じに仕上がりました。型から外す作業もそんなに大変ではなかったので、かなりいい感じにできそうです。綺麗にできることが分かってきたので、このまま本番の FRP も塗ってしまおうと思います。この角の隙間が空いている部分を油粘土で埋めていきます。で、このバンクの横の角のこの部分も油粘土で埋めていきます。角にならすために卓球ボールで形を成形していきます。油粘土で角を落としました。お世辞にも綺麗とは言い難いんですけれども、この部分は後でパテで修正することになるので、とりあえずはこれでゲルコートをこの上に塗っていきます。で、この上の部分にはビスの跡が残らないように上から OPP テープを貼り付けています。で、この部分も段差を消すために OPP テープをこのように横に貼り付けた状態になっています。この角の部分に発泡面具を貼っていきます。この発泡面具は表面を見ていただくと、このようにもうすでに OPP テープを巻き付けて貼り付けてあります。そしてこの発泡面具をぴったり貼り付けることができるように 10mm の両面テープもあらかじめこの裏に貼り付けて、そしてこのようにピタッと合わせるように貼っていきます。はい、こんな感じで貼り付けることによって、以前はこの発泡面具を設置してその上から OPP テープを貼り付けていたんですけれども、このように綺麗に発泡面具を貼れるようになりました。なので見た目のクオリティもこちらの方が上がると思います。
では天井の部分2箇所とここのバンクの部分にゲルコートを塗っていきます。防毒マスクとメガネをつけて作業します。で、このゲルコートなんですけども、これも視聴者さんに教えてもらったんですけど、5% から 10% アセトンで希釈するといいそうなので、とりあえず 5% 希釈して塗っていきたいと思います。15g 入れていきます。アセトンで希釈すると粘度が下がってすごく塗りやすい感じになりました。ここに硬化剤を入れていきます。硬化剤の量は 1% です。FRP の硬化剤を 3ml 入れていきます。素早くかき混ぜて、ここからは時間との勝負なので、このゲルコートが固まる前に素早く塗っていきます。とりあえずざっくり塗ったんで、次はバンクの部分も塗っていきます。この最初のゲルコートでの塗装、一度では綺麗に塗りきれないので、私は4回重ね塗りをしました。この4回の重ね塗りの間に乾燥待ちの時間があるので、このゲルコートを塗るだけでも丸2日以上かかります。かなり根気のいる作業ですが、 FRP キャンピングシェルの見栄えが良くなるので頑張って塗っていきます。映像のように指で押してもゲルコートがつかなくなったら、このままここの上に FRP を塗っていきます。この天井やバンクの部分には4回もゲルコートを塗ったので、もうこれで巣穴対策はバッチリだと思います。 FRP のガラスマットを貼っていきます。ガラスマットをハサミでカットしていきます。このガラスマットは低飛散タイプで、こんな感じで手で軽く触ったぐらいではガラスマットが飛び散らないというのが利点で、これを購入しました。ちょっと触ってみた感じでも結構いい感じですね。ガラスマットをカットして型の上に乗せていきます。このままゲルコートの上に乗ってしまうと靴下にゲルコートがついてしまうので、ビニールを履いてガラスマットを引いていきます。ちなみに低飛散タイプではないガラスマットはちょっと触っただけでこのガラス繊維が簡単に剥がれてきます。個人的にはこちらの低飛散タイプのガラスマットめちゃくちゃ使いやすいと思います。ガレージの気温は26度。今回 FRP の眼芯に使うノンパラの樹脂は不飽和ポリエステル樹脂スチレン、これは超低収縮の FRP 樹脂になっていて、20キロの重さのものを2缶買いました。これは FRP を硬化させてもほとんど熱を発せず、熱による FRP の収縮もないので扱いやすそうな樹脂だったので、値段は結構高めだったんですけども、こちらの樹脂を購入してみました。こちらの樹脂は反りや変形、そして縮みがほとんどないということなので、その点も実際にキャンピングシェルに眼芯させて検証してみます。防毒マスクとメガネをつけて作業します。今回使っている樹脂や溶剤は火気厳禁で危険物になっていますので、くれぐれも火や火花が散らない環境で作業してください。この樹脂出してみて気づいたんですけれども、ちょっと色が違います。こちらが上澄みで下澄みで、均等に混ぜて塗った方が良さそうなので、一旦硬化剤を入れる前にかき混ぜて均等にしておきます。そして2回目以降はこの樹脂を缶ごとひっくり返して攪拌してから入れようと思います。攪拌ができたので硬化剤を入れていきます。これは 1kg の樹脂が入っているので、硬化剤は 10g 入れます。硬化剤を入れてよく攪拌したら、素早く FRP 樹脂を塗っていきます。脱泡ローラーで脱泡していきます。ここにめちゃくちゃ泡が溜まっているので、こういった泡を確実に取り除いていきます。白い泡がすごく出ています。このような泡はきちんと潰しておかないと雨漏りの原因にもなります。黒い豚毛の脱泡ローラーいいですね。すごく泡がなくなっていってくれているのがわかります。慌てず力を入れず脱泡ローラーをコロコロするだけで泡が確実に取れてくれます。これらの一連の作業をひたすら続けていきます。かなり時間もかかるので忍耐との勝負です。また FRP は硬化剤を入れた直後から少しずつ固まり始めるので、 FRP 樹脂を作ったらなるべく早めに塗り終える必要があります。こういった点も FRP 施工が難しいと言われる要因の一つだと感じました。この作業、懐中電灯は必須ですね。この懐中電灯があることによって泡がよくわかるので、これは必須だと思います。
FRP 樹脂をよく攪拌して樹脂を作ったら再度何度も樹脂を塗っていきます。 FRP を塗り終えたら最低でも6時間は硬化待ちをします。はい、 FRP を貼って丸1日程度経ちました。横の白い線なんですけど、これはつなぎ目の部分になっています。継ぎ目はできてしまうんですけども、結構綺麗に塗れている感じがありますね。こちら側も一緒で、ちょっとこの辺も継ぎはぎになってはいるんですけど、結構綺麗に塗れました。脱法も綺麗にできています。この点は非常に良かったですね。全体的にこの方向性で間違ってないと思うので、この上にあと2回 FRP を貼っていって、貼り終わったら型ごとひっくり返して、こういったところですとかこういったところにさらにゲルコートと FRP をそれぞれ塗っていきます。ガラスマットをハサミで切ってセッティングします。はい、ガラスマットを一応きれいに並べられてはいるんですけども、この角のこの部分のシワ、こういった部分がこのまま FRP を上から塗ってしまうとシワのまま固まってしまうので、この部分はあらかじめこんな感じで手で破ってシワが寄らないように、こういう風に調整して FRP を塗る際に慌てなくていいように下準備しておきます。ここもほんの少しシワが寄ってますね。こういう部分も曲がったまま固まってしまって目も当てられない感じになるので、こういう風にシワをきっちり取って面にぴったりフィットするようにして調整しておきます。これでこちら側はいいんですけれども、こちら側がですね、バンクの曲面になっているがゆえに結構シワになりやすいんですね。なので私はちょっともう施工してしまったんですけども、マジックで線を引いたこの部分を手でこのガラスマットを引き裂いて、この部分がシワにならないように同じような施工をしました。反対側も同様にこの辺り破れているのが分かると思います。これあえて破ってこの曲面に合わせることによってバンクの形状にぴったりフィットするような感じにしてあります。こういう風に曲面になっているのでシワが寄らないようにしています。この低収縮の樹脂、持っていても熱くなってこないのですごくいいですね。1キロ分ぐらい塗りました。で、ここから少しコツがあるんですが、ここにこのローラーがダメにならないように新しい樹脂を1キロ分足しといて、硬化剤はこの中に入れずに脱法している間にこの中でローラーが硬化しないように保存するような形でここに樹脂を入れていきます。これで約1キロ分入ったんですけども、ここに硬化剤のついたこのローラーを入れて少し硬化剤を取るような感じにしておきます。こうすることで少しだけなんですけどもローラーが長持ちします。だいたいこのローラー3回使ったらダメになっちゃうんですけども、このやり方なら6回ぐらいは塗れます。なので少し硬化剤を少しだけ取るようなイメージでこのローラーをドブ付けしておきます。脱法ローラーなんですけども、ジップロックに入れて、これはもう常にアセトンにつけてなければいけないのでドブ付けしてあります。これをアセトン入りのこのジップロックから取り出して脱法していきます。懐中電灯で泡のある位置を確認しながら脱法していきます。脱法を終えたら脱法ローラーをアセトンの中にドブ付けしておきます。この白くなっているのが FRP の樹脂なんですけれども、これが沈殿してきて下に溜まってきたらこれをきれいなアセトンと入れ替えたり、新しいジップロックでアセトンにドブ付けしたりする必要があります。それで先ほど FRP にドブ付けさせて保管していたローラーを一旦こちらに置いて硬化剤を入れて再度眼芯していきます。この FRP の塗り方なんですけども、 FRP を塗るというよりはこのローラーを使って FRP を乗せてくるというか置いてくる感じにやるとうまくいきます。これをすごい力任せに塗ってしまうとガラスマットがよれる原因になってあんまり良くないです。なので本当に置いてくるぐらいで力を抜いてこんな感じで塗っていくとうまくいきます。豚毛の脱法ローラーで脱法していきます。でこれも実はコツがあるようで、ちょっとこの辺りで試してみますけれども、今こんな感じですごい泡だらけになってるんですけども、これをこの豚毛の脱法ローラーがすごくいいのは FRP 樹脂の中に入った泡を
この豚毛の細い毛が突き刺してくれて、泡が潰れたようなプチプチという炭酸が弾けるような音がします。それが結構目安のようですね。もう一度この辺り泡がすごいんでちょっとやってみます。で、このように泡がなくなるとローラーを転がしてもほとんど音がしなくなります。もう一箇所くらいやってみます。ここすごい泡なので、ここを潰してみます。このように泡が潰れるとほとんど音がしなくなります。これも泡がなくなった一つの目安のような感じがしています。いずれにしてもこの豚毛の脱泡ローラー、私にはすごく使いやすいです。その場でサクサク泡を消していけるので、すごく使いやすいアイテムですね。アルミの脱泡ローラーも使っていたんですけれども、アルミはちょっと私には難しかったです。というのも、アルミは泡のない部分に泡を移動させて泡を抜いていくみたいなイメージですので、こちらの豚毛の脱泡ローラーの方が私には使いやすいです。脱泡を終えたら FRP 樹脂を重ねて塗っていきます。とても地味な作業で動画映えもしないんですが、ひたすら丁寧に塗っていくのがコツだと感じました。2回目を塗り終えて8時間ほど放置しました。めちゃくちゃいい感じですね。1回目よりかなり硬くなってる感じがします。これでもう1回積層してこの面をガチガチに固めたいと思います。積層するガラスマットもなるべく余分に塗らないように毎回きちんとサイズを測ってキャンピングシェルにぴったり合うようにガラスマットを引いていきます。この部分のシワをなくすために手袋をつけてガラスマットを裂いてぴったりこの曲線に合わせるようにします。こんな感じにすることによってこの曲線の部分が綺麗なラインになってくれました。3回目の FRP に塗っていきます。とても地味な作業ですが、ここを丁寧にやることで綺麗なキャンピングシェルに仕上げることができます。3回目の積層を終えました。ちょっとこの辺りが白くなっちゃってる部分はあるんですが、おおむね綺麗にできたような気がしています。表面はこんな感じですごいカッチカチに固まってくれているんで、いい感じにできたような気はしています。なのでこれをひっくり返していきます。はい、ちょっと動画は撮れてなかったんですけど、なんとか横にしてひっくり返しました。で、ひっくり返し方なんですけども、この一斗缶やこの 2x4 の板材をちょうどこういったところの下に入れて少しずつ浮き上がらせて、ゆっくりこちら側に傾斜をさせて向こう側に回ってキャッチしたような感じでひっくり返しました。移動はアルミパイプを敷くと簡単に動かせます。はい、このバンク部分のひっくり返し方なんですけども、こんな感じで空の一斗缶ですとか箱をこのように入れて、映像のように机に仮置きして反対側に回って少しずつ下ろすと安全にひっくり返すことができます。はい、この外枠の型の下のアルミパイプを全て抜き取って、この底になってる面が全て平らな面になるようにしておきます。こうすることでそこに設置している面が重力で下に下がってくれるので、変な反りや歪みがなくなってくれると思います。ではこの部分やこの部分にゲルコートを塗って FRP を貼っていきます。もうやり方としては天井部分を貼ったのと全く同じやり方です。アセトンで 10% の希釈をしていきます。硬化剤を 1% 入れます。再度よくかき混ぜます。ゲルコートを塗っていきます。角を埋めてなかったので今から角を埋めます。やらかしました。しっかり忘れてました。時間との勝負なんで、あらかじめこんな感じで両面テープで仕込んでいたので、貼り付けるのはすごい簡単なんですが、完全に忘れてましたね。この隅っこの部分も油粘土で埋めるのを忘れていたので、油粘土でサクッと埋めます。とりあえず角が埋まったので
あんまり綺麗じゃないんですけど、とりあえずこれでよしとします。反対側のこの部分も両面テープを剥がして発泡面牛で埋めていきます。角の部分も油粘土で埋めます。角の部分なんですが、長い発泡面牛を用意してなかったので、この辺りまでしかゲルコートを塗らないので、とりあえずこれで暫定的によしとしてゲルコートを塗っていきます。ゲルコート、この底面部分に塗りました。それで余ったゲルコートはこれ1回目の塗りなんで、もうあと 1,2 回は塗らなきゃいけないんですけど、余ったゲルコートをそのままにしておくと、このローラー自体が固まっちゃうので、それを防ぐためにこういう風にいずれ塗らなきゃいけないところに下塗りのような感じで塗っておきます。これでローラーが少し長持ちするんで、もうこちら側には結構塗ったんですけども、こんな感じで下塗りしといてあげるとローラーが少しだけなんですけど長持ちします。そうすることで次に塗るときに下塗りが必要なくなりますし、早く塗れるようになるので、これはこれでいいのかなと思っています。ゲルコートを入れていた容器もきれいに取って塗っています。ゲルコートを塗っていたローラーも毛足が残るような感じでゲルコートを塗りました。そうすることで次に塗るときにこのローラーが固まって動かないっていうこともないので、私はこんな方法でやっています。この側面の部分は雨ですとかが降った時に雨漏りの原因になるので、かなり注意してゲルコートも多めにきっちり塗って仕上げていきたいと思います。それでこの部分なんですが、この外枠の型を回転させるときにゲルコートが剥がれて、ほんのちょっと剥がれたような状態になっています。このままで塗ってもいいんですけれども、失敗の原因になるので、ゲルコートを塗って FRP を塗る際にこういったバッテリーをポリプロピレンシートを敷いて、このような感じで乗せて重しにしてから成形をしていきます。こうすることでこの剥がれがおそらく気にならなくなると思いますので、そういった感じで修正をしていきます。ゲルコートを重ね塗りして巣穴対策を施しました。ガラスマットを敷き詰めたので再度 FRP を貼っていきます。もうちょっとガラスマットを切るシーンとか置くシーンは省いてるんですけど、だんだんこなれてきて綺麗に貼れるようになってきました。アルミの脱泡ローラーでちょっと念のため試してみるんですけども、こんな感じの泡がですね、豚毛に比べて消えてくれづらいですね。この泡をなんとなくこう押し出すような感じで消していく感じなので、すごく消しづらいですね。こんな感じになります。消えないことはないんですけれども、豚毛の方が個人的には消しやすいなという印象ですね。豚毛の方が早く消えてくれる印象があります。はい、剥がれかけていた部分にポリプロピレンシートを乗せて、エンジンオイルやらバッテリーやら重しを乗せて FRP を施工しました。これを剥がしてみると、はい、こんな感じでポリプロピレンシートを上に乗せて、この部分の段差をなくそうとしたんですけれども、段差自体はなくなってるんですけども、この部分の固まり方がちょっとなんか変な感じで固まってしまっています。でもとりあえずこの上にあと2層 FRP を貼って塗っていくので、特にこれは問題ないかと思います。なのでどんどん上に FRP を貼っていきます。使い終わった脱泡ローラーなんですが、液が白濁してこの中に FRP 樹脂やガラスマットの繊維がたくさん入ってしまっているので、一面塗り終わったら新しいジップロックにアセトンを入れ、一度塗り終わった脱泡ローラーをこのようにドブ漬けしておきます。軽く振っただけで細かい繊維や FRP 樹脂で白濁してしまうんですが、とりあえず新しいアセトンにつけている限りは次も問題なく使えますので、こんな感じで保管します。で、この残った液なんですけれども、袋を開けて止まっていると、この中のアセトンが全て気化して固まってくれて、このまま捨てることも可能になります。外枠の回転は板や一斗缶、ジャッキ等をうまく利用してテコの原理を使ってひっくり返せば一人で回転させられました。この方法なら結構安全にできそうです。ガラスマットを引いたので
FRP を塗っていきます。で、このバンクのこの部分なんですけれども、この奥の部分はちょっと強度を出すためにこのように少し長めに FRP のガラスマットを貼っています。で、このちょうど角の部分なんですけれども、かなりギリギリになるような感じでこのガラスマットを引いてあって、ほんの少しだけ長い感じで切ってセッティングしてあります。で、こんな感じで FRP を貼っていきます。今塗っている途中なんですけども、この部分は塗っていません。これは理由があって、この部分まで塗りつぶしてしまうと、この部分やこの辺り、そしてこの部分が脱法できなくなってしまうので、一旦足場をこのように残して、FRP はこちらの前方の方に塗っていきます。こうやって足場をきっちり確保して脱法できる状態を作ってから塗っていかないと、きちんと脱法できなくなってしまうので、こんなやり方で塗っています。この白い部分を脱法していきます。ライトを近づけることによって、このようにかなり目立って泡が分かってくれます。この部分もこの宴の脱法ローラーでこうやってなぞってあげることによって泡がきれいに消えてくれます。音で聞いても分かるんですが、ライトをかなり近づけてライトの角度をいろいろ変えたりして泡がきっちり分かる状態で脱法していくと、脱法がうまくいくことが分かりました。この部分の泡消してみます。宴の脱法ローラーをコロコロするだけで泡がきれいに消えてくれます。脱法で失敗してしまうと雨漏りの原因になるので、特に注意して脱法作業を進めました。はい、きれいに泡が切れてくれたのでこれで OK です。この FRP 樹脂がなくなったので新しい樹脂を足していくんですけども、こちらが1缶25,000円の超低縮 FRP 樹脂、そしてこちらは台湾製の1缶11,000円の FRP 樹脂。実はこのキャンピングシェルの天井や側面、こういった部分は全て高い方の樹脂で塗っていたんですが、床面やこのバンクの床面、そしてこの背面は雨に濡れる心配もないので、この床面等は11,000円の台湾製の FRP 樹脂で塗っていきたいと思います。こちらも低収縮の FRP 樹脂なので問題なく塗れると思うんですが、こちらとの違いを試してみたいと思います。注ぐときは注ぎ口を上にするといいようです。ちょうど 1500g ぐらい入れたんですけれども、樹脂をチェックしてみると、ピンク色の透明の樹脂ですね。これはノンパラの樹脂なんですが、これを塗っていきたいと思います。硬化剤の入れ方は同じく 1% で試してみたいと思います。この樹脂の方が超低縮の樹脂に比べて粘度が低いですね。すごくサラサラしている印象です。台湾製の樹脂の方が塗りやすい印象ですね。ちょうどこの黒くなっているところが25,000円の超低縮の樹脂で塗った部分なんですが、この白くなっているところから台湾製のコスパの高い樹脂を塗っていきたいと思います。FRP を塗ったので脱法していきます。台湾製のコスパの高い FRP 樹脂は下のゲルコートの色が直接出るので、白い泡がこの黒いゲルコートに目立ってめちゃくちゃ脱法しやすいですね。この台湾製の FRP 樹脂、こちらの方が成功性もやりやすいですし、何より半額以下で買えますので、そういった意味ではいい感じな素材だと思います。脱法も問題なくできています。数時間 FRP 樹脂を乾燥させました。はい、確認しているんですけれども、いい感じに FRP が硬化してくれています。でこの上をチェックしてみても、ちょっと色は違うんですけれども、いい感じに硬化してくれています。こちらから向こう側が超低縮の FRP 樹脂で塗ったもの、こちらからこっちが台湾製の低収縮の FRP です。はい、この一部剥がれが出ていた部分なんですけれども、剥がれもなくなっていい感じに固定できるようになっていました。なのでこの上からさらに FRP を乗せて、あと2回この部分に FRP を貼っていきます。このように多少失敗しても後でリカバーできるのが FRP の良さでもあります。はい、こんな感じでギリギリではあるんですけども倒すことができました。
なので内側から手を伸ばしてこんな感じで塗っていきます。キャンピングシェルの後ろの部分は塗る面を底面にしてひっくり返しました。この面を塗るために、これ私がこのまま入ってしまうと出れなくなってしまうので、このはしごを使ってこの中に入ろうと思います。で、中はこんな感じなので、こちら側半分塗って半分塗り切ったらはしごをこちら側に移動してこちら側の半分を塗るような作戦でいきたいと思います。バリバリ言ってます。バリバリ言ってる。バリバリ言ってる。剥がれてる。剥がれてる音がするよ。まあしょうがない。バリバリ言ってる。この部分も修正します。修正といってもビリッと破ってセッティングするだけなんですごく簡単です。硬化剤を体温性の樹脂に入れていきます。この状態ではしごに乗ってしまうと、毎日この塗料をこぼした時にとんでもないことになるので、ここに置いて中からこの塗料を取って FRP を塗っていきます。脱法も終えて固まってくれました。で、この部分ははしごをこちら側に移してこの部分を後で塗る感じになるんですが、こちらは1回目を塗り終えていい感じに硬化できてくれています。なのでこの部分に再度 FRP のガラスマットを貼って樹脂を塗っていきます。こちらははしごをこの部分に移してこの濡れてない部分を先に塗って乾かしてからガラスマットを貼って FRP を監視させます。ちょっと手間が2度手間3度手間になるんですが、これはもうしょうがないですね。映像をご覧いただくとよくわかるんですが、自作で FRP を作ろうとするとかなりの時間と労力を使います。その労力も完成してしまえば疲れが吹き飛ぶので、頑張って FRP の施工をしていきます。バンクの角の部分は補強で6プライ塗ることにしました。弱い部分だけかなり補強を入れて、何があってもこのシェルが崩壊しないように施工しました。上から見るとこんな感じですね。かなりいい感じになっています。この背面の部分のビスですとか金具を全て取りました。それでこの部分を接合しなければいけないんですが、ここを金具で留めてしまうと出入り口がなくなってしまいます。なのでこの部分に出入り口を作らなければいけないんですが、それにあたってはこの背面のパネコートの型を外さなければいけません。それでこのパネコートを外すにあたって天井の部分のパネコートの板を外そうと思います。あ、めっちゃ簡単に外れる。やばっ。取れました。取れた。綺麗。めっちゃ綺麗。やば。超綺麗です。やば。感動ものこの。こんな綺麗なんだ。すげえ。綺麗。やば。めちゃくちゃ綺麗ですね。すごいツルツルしてます。めちゃくちゃ綺麗ですね。私が望んだ感じの雰囲気になりました。超いい感じです。取れました。相当綺麗にできました。パネコートの板も再利用可能なほど綺麗に板が剥がれてくれました。ちょっとうまくいってない部分としては、この部分だけほんの少しもうなんかちょっとぐちゃぐちゃってなっちゃってるんですけども、こことこの部分ほんの少しちょっとたるんじゃってる部分があるんですが、それ以外は私が想定した感じの綺麗さで仕上がってくれています。この塗装に関しては水性塗料でマットな色に塗っていこうと思ってますので、そうするとめちゃくちゃ綺麗なこの形になってくれると思います。この部分にドアをつけていく予定なんですが、ドアの穴を開けるためにテープで印をつけています。それでテープも曲がってしまわないように直線が綺麗に出ている板をあてがってテープを貼っています。
こうすることで綺麗な直線を出してこの部分でカットできるようにしようと思います。こんな感じでドアになる部分の印をテープでつけました。外の枠に従ってカットしていきます。この FRP を切るにはジグソーでカットしていくんですが、そのジグソーの刃を入れるために2つの実験をしました。一つはこういったドリル場で穴を開けて穴の隙間からジグソーの刃を入れていく方法と、この FRP 専用のディスクグラインダーを使って穴を線状に開けて切っていく方法を試しました。こんな感じで違いが出ました。こちらがジルコニウムドリルで穴を開けて切った方、穴の大きさが結構大きくてまたデコボコしています。でそこから先のジグソーの刃でカットした部分はとても綺麗に切れているんですけども、ちょっと穴が大きい感じで開いてしまうのがデメリットですね。これに対し FRP 用のこのディスクグラインダーでカットした方は、穴は多少大きくはなるんですけども、このように線の感じで穴を開けることができて、そこから先ジグソーで切った部分も結構きれいめに切れることが分かったので、 FRP 用のディスクグラインダーを使って穴を開けていきます。ディスクグラインダーなんですが、普通に電源を入れてしまうとものすごい音と高速回転するので、かなり使うのが怖いです。ちょっと試してみます。すごい騒音と高速回転で使うのがかなり怖いですね。これを防ぐためにサンウェイという会社から出ているスピードコントローラーでディスクグラインダーの速度を遅くして回してみます。これを使うとこんな感じでゆっくり回ってくれて安全に切ることができます。この速度はつまみをいじることでめちゃくちゃゆっくりも回すことができますし、高速回転にもすることができるので、これを使って安全に FRP をカットしていきます。ではこの FRP 専用のディスクグラインダーの刃を使ってこの部分に穴を開けていきます。穴が開きました。裏から見てみるとこの部分に穴が開いて光が漏れてくれています。一度穴が開いたらあとはジグソーでカットしていくだけです。安全のためメガネとマスクをつけて作業しています。はい、今ジグソーでカットしている途中なんですけども、完全に直線にはなってないんですけれども、結構綺麗なまっすぐなラインで切れています。でこの部分は FRP の穴開け用のディスクグラインダーで開けた穴です。個人的にはジグソーで切った切り口の方が好みですね。カットできました。これでこの部分を接合してもこの入り口から入れるようになるんで、これで完全体を作ることができます。このカットし終えたドアの部分の FRP なんですけど、こんな感じでぐにゃぐにゃの素材になってます。ちょっとそういった意味ではこれ面白いですね。寄せたんですけれども、ここにほんの少し隙間が空いています。これは片側にはこのように金具をつけっぱなしにしてあったので、こんな感じで戻してこの穴とこのビスの穴を接合すればぴったり元通りになるように設計してみました。なのでほんの少しこちら側を持ち上げてビス止めをしたいと思います。この下に木の板やアルミのパイプを敷いて微調整してから、このようにぴったり板が接合できるようにしてこの金具で留めていきます。このキャンピングシェルの接合部分、このように重しを乗せて FRP で接着しました。重しを外して接合部分をチェックしてみます。はい、重しを乗せて接合したので線のところが接合面なんですが、めちゃくちゃ綺麗に接合できています。これなら継ぎ目もほとんど目立たずに接合できます。かなりいい感じですね。外枠を接合してしまうと枠がかなり重くなってしまうので、ビスを外して外枠の板を外していきます。型を外すのにプラスチックのスクレーパーをこのように当てて金槌で叩きます。バンク部分の型をすべて取り外しましたが、まだかなり重いのでこの一番左側の型も外していきます。
かなり綺麗に理系できました。背中でバンクをしてあげると持ち上がるのが楽です。次にゲルコートの缶ですとか、空き缶を使って私は入れていきます。キャンピングシェルを少しずつ持ち上げてジャッキを入れます。反対側にジャッキをセットしてシェルの高さを上げていきます。こうすることで安全に作業できます。こんな感じでやればなんとかひっくり返せますね。この作業、私は一人でやっていますが、可能であれば複数人で作業した方がより安全に作業できると思います。型枠も取った方が軽量化できて作業しやすいので、これも外します。めちゃくちゃ強力ですね。すごい硬いです。特にこの角の部分は3プライ貼った上に、さらにその上から角部分だけ3プライ貼ってるので、合計6プライ貼ってあるのでめちゃくちゃ硬いです。ではいい感じに転がせたので、この部分を FRP で3プライ貼っていきます。はい、この接合部分なんですけれども、シェルを回転させたことによってゲルコートにひび割れが入っているので、この部分だけ上から重しを乗せて、この部分の剥がれが治るように FRP を塗っていきます。 FRP を塗った後に重しを乗せて接合部分をガチガチに固めました。こうすることでシェルを回転させても型崩れすることなく綺麗に施工できます。全く同じ要領で回転させました。この中の部分も天井の部分なんですが、3回 FRP を貼っています。声が結構響くようになりましたね。あとはこの側面を、ちょうどこの部分を最後に塗らなければいけないので、この部分は板を残してあります。かなり重たいので、施工の終わった面に関しては板を外しながら作業しました。めちゃくちゃ丈夫にできましたね。この真ん中あたりは少したわんでしまうんですが、めちゃくちゃ丈夫です。バンクの角の部分は全くたわむこともなく、かなり強力な構造になっています。この角はこのぐらいにわたってそれぞれかぶさるように施工しているので、この部分だけは6回積層していることになるので、めちゃくちゃ硬いです。なので風でたわむことは絶対ないですね。この辺はちょっと施工ミスなので、少しパテ盛りをして埋める必要がありますけれども、おおむね綺麗に成形できたかなと思っています。ちなみに洗浄で使ったアセトンなんですけれども、硬化剤の量にもよるんですが、ゲル化してきて固まってくれるので、こういう感じで固形にして捨てると廃棄が楽なのかもしれません。はい、かなり時間がかかりましたが、接合も問題なくうまくいきました。もうこれで完全に乾いて接合できたので、余分な板を外していきます。はい、型を全部外して、とりあえず FRP の作業は全て終了しました。上から見るとこんな感じです。バンクのこの部分も丸くめちゃくちゃ綺麗にできました。こういったところはバリを取ったりしなければいけませんが、後ほどパテですとかそういったものを持って、こういうところも綺麗に補修してから塗装しようと思います。ここの部分も綺麗に理系できています。つるっとした鏡面な感じでできました。側面を見てみてもかなり綺麗にできたんじゃないかなと思っています。こういったところはバリを取れば綺麗になると思います。何箇所か失敗している点があって、この部分ですね。この部分はゲルコートの層が若干剥がれたので、そこの隙間から FRP が流れていて、こんな感じになっています。このように横から見ていただくと段差ができているので、この部分にもパテを埋めて補修する必要がありますね。天井を見ていただくと、
少しへこみ等があるんですけども、これもパテで補修すれば問題ないかなと思います。この部分もそうですね、凹凸ができてしまっていますが、これもパテで補修する感じになります。それで真ん中の部分がほんの少しへこんでいるんですけども、これは FRP のシェルにはどのシェルでも起こる問題のようで、内側から柱を入れて支えてあげることでこれが解消するようです。個人的には長かったなという印象なんですけれども、それなりに綺麗なものができたので結構満足しています。中を見ても結構綺麗にできたかなと思っています。この黒くなっている部分が最後に接合した部分ですね。これは3回積層しているので雨漏りもしないと思いますし、かなり頑丈にできたんじゃないかなと思っています。私の念願だったキャンピングカーの中で立てるという目標も達成できました。ちなみに今回行った FRP キャンピングカーの作成、 YouTube やネット検索しても情報が全く出てこないので、私の作り方が間違っていたり、もっと効率の良いやり方があるかもしれません。もしもっと良いアイデアをお持ちの方は気軽にコメント欄で教えていただけると嬉しいです。今回の FRP 作成の材料費は、私はいろんな実験をしながら作ったので費用はかさみましたが、あえて最安値でいくらぐらいになるかを計算してみました。まずパネコートの板材約2万7000円弱、こちらは1枚1800円のドルフィンコートを15枚購入すれば安く費用を抑えられます。次に FRP 樹脂 20kg5 缶で5万5000円、ガラスマット 30kg 1万3000円、固定金具やビスが約数千円、洗浄用アセトンや硬化剤が約3000円、ゲルコート 4kg 約6000円。どの材料で作るかでも多少値段が変わりますが、トータルで最安値だと11万円程度で製作可能です。製作日数は私は撮影があったのでかなり時間がかかりましたが、早い方なら2週間もあれば FRP の理系までたどり着けると思います。今回はシェルの大元を作れただけで、これからパテを持って形をきれいに整える必要があります。人によってはこれで塗装も完成とし、そのまま表面仕上げをされる方もいるとは思いますが、私はここからさらに塗装や内装を施工し、さらに見栄えや耐久性を高める DIY をする予定です。正式な完成までにはまだ時間がかかりますが、あまり経費をかけずに見栄えの良いキャンピングカーを作れたらと思っていますので、チャンネル登録や高評価で応援していただけると嬉しいです。